タバコとお金、喫煙者と非喫煙者の終わりなき戦い。喫煙所3000万円の是非。こんにちは、税理士の秋です。喫煙所1カ所に3000万円かかるというニュースが話題になっています。喫煙者も払っている税金から拠出されるので、吸わない人からするとなぜ私の税金を喫煙所にと不満が募ります。金額も無視できない大きさで、例えば大阪市では年間20億円もの予算が使われます。1人当たり740円です。そこでタバコとお金の関係をまとめてみました。この動画を最後まで見ると、私たちが払っている税金の仕組みと、なぜ特定の人のためと思える施設に税金が使われるのか、その本当の理由がわかります。実はタバコを吸う方も吸わない方も知らずに損をしている可能性があるんです。まずは非喫煙者の方が抱く最もな怒りから見ていきましょう。1、喫煙者の怒り。街を歩いているとタバコの煙が気になることがありますよね。じゃあ路上喫煙を禁止して喫煙所を作りましょうとなりますが、喫煙所を作るのも税金でです。非喫煙者からすれば、自分に関係のない嗜好品のためになぜ貴重な税金が使われるのかと不満に思うのは当然です。なぜ吸わない私が喫煙者のための施設に金を払うのか。740円とか金額の問題じゃないんです。煙たいし匂いんです。なんでそんな人向けに税金使っちゃうのという話です。ごもっとも。2、税金払ってるんですけど、一方喫煙者にも言い分があります。喫煙者はタバコ税を払っています。税を払っているのだから喫煙所を増やすのは当然だという主張です。どのくらい払っているかというと2兆円です。結構な額ですよね。タバコってほとんど税金でできているんです。それだけ払っているんだから吸わせろ、何なら喫煙所も作れという主張になります。まあこれはこれで一理あるのでしょうか。3、タバコ税で喫煙所を作ればいいのでは。おっしゃる通りです。そして実際そうなっているとも言えるし、そうでもないとも言えます。ここで重要になるのが目的税と普通税という概念です。目的税は使い道が決まっている税金です。温泉整備のために使う入湯税などが代表例です。一方でタバコ税は普通税に分類されます。これは使い道が限定されていない税金です。自治体に入ったタバコ税は一度大きな財布に入れられ、教育や福祉、道路の整備など町全体のあらゆることに使われます。つまりタバコ税で喫煙所を作れという理屈はストレートには通りにくいと言えます。もっとも普通税であるがゆえにどこに使われているかはわからない。つまり喫煙所設営にも使われているということでもあります。4、隠れたコスト。喫煙所以外のコストも考えてみましょう。真っ先に指摘されるのは健康被害です。タバコ税収がある一方で、喫煙による健康被害で医療費が増大するという意見もあります。多くの研究データがありますが、短期的には税収のメリットが大きく、長期的には医療費や労働力の損失が重くのしかかると言われています。厚生労働省の検討会報告などでは、喫煙による社会全体の損失医療費や火災などは年間約2兆円超とされており、タバコ税収約2兆円とほぼ同等か、それを上回るとされています。2兆円集めて2兆円使っていたらさすがにマッチポンプです。こうして煙と対立だけが残るわけです。5、ここまでのまとめ。ここまでの話をまとめると、1、喫煙者は非喫煙者よりも少し多く2兆円税金を払っている。2両者の税金を合わせて喫煙所を作っている。3、喫煙による健康被害は2兆円以上。どうにも喫煙者の気色が悪いようです。それなのになぜ自治体は多額の予算を投じてまで分煙を進めるのでしょうか。6、自治体の本音。横浜市では年間約230億円、大阪市では約300億円ものタバコ税が入ってきます。これは自治体にとって喉から手が出るほど欲しい貴重な財源です。まあもうこれが本音です。もし極端な禁煙政策を進めて税収がゼロになれば、他の行政サービスを削るか住民税を上げるしかなくなります。これを避けたいだけです。無論だからといって対策を怠れば住民からの苦情が殺到します。結局自治体は多額の税収を維持しつつ苦情を最小限に抑えるという非常に難しいバランスを迫られています。それが現状では喫煙者よりの政策と評価されるわけです。7、住居者負担。こうなると非喫煙者の不満は募るばかりです。ただ一応へりくつですが論理もあります。それは受益者負担という考え方です。サービスを受けて得をする人が費用を払うという原則です。喫煙所を作ることは一見すると吸う人のためのサービスに見えます。しかし視点を変えると、路上喫煙を防ぐことで吸わない人の健康を守り、街の美化を維持するという社会全体の利益につながっています。これは公園の整備に似ています。子供がいない世帯の税金も公園に使われますが、それは子供たちが安全に遊べる場所を作ることで地域全体の治安や環境が良くなるからです。刑務所でもいいです。やばい人を隔離しておくと社会が安定するわけです。喫煙所も吸う人の隔離施設としてではなく、吸わない人を煙から守るための防波堤として税金が投入されているという側面があります。
納得できませんでしょうか。焼け石に水でしょうか。8、流れ。法律の歴史を見ると、かつては火災予防が目的でしたが、1980年代以降は受動喫煙防止へと大きく舵が切られました。広告の禁止など視覚的な規制も強まっています。大阪市や横浜市のように街全体を禁煙化し、税金を投入してでも喫煙者を特定の場所に閉じ込める、非喫煙者に煙を吸わせないという空間の分離が究極の形として進んでいます。さらにタバコ税は上がり続けています。30年で3倍以上になりました。喫煙者の罰ゲーム化が進んでいるという意見は的を射ています。喫煙者が留飲を下げるとしたらここなのかもしれません。いかがでしたか。この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。